こんにちは、アンナスです。今日はサテンステッチの上に、フレンチノットステッチを入れるとなんかこう変な隙間が空いたりとかするんですけど、それをどういう風に対処すればいいのかっていう話をしたいと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、サテンステッチの上からフレンチノットステッチを入れる時の、ポイントを説明します。こういうところですね。これは美味しい刺繍に載っているアンナスの美味しい刺繍カフェ&スイーツに載っているクッキーの図案のページのなんですけど、表紙にもいますね、この人たち。フレンチノットステッチがサテンステッチの上から入ってます。で、これをやるとやったことある方はわかると思うんですけど、この下のサテンステッチがちょっと見えたりとか、あとこれ私もなってるんですけど、ちょっと埋もれ気味になってますね。これをどうするかっていうのを説明します。とりあえずサテンステッチを入れたものを用意しておきました。ここにフレンチノットステッチを入れます。少し上を持って空中で2回巻いて、巻き数は3回でもいいんですけど、で同じ穴に入れて引っ張って、で下に針を落とすと、はい埋もれましたね。これ埋もれるんですよ。これはちょっと今緑に赤だから割と目立ってるんで埋もれてるようにあんまり見えないかもしれないんですけど、結構埋もれてるんですよね。で、これをどういう風に対処するかというと、とりあえずフレンチノットはもうこれで終わりにします。で、この上と下のところが糸が割れて布が見えてますね、ここね。ここにもう一回緑の糸を用意して糸を足します。下の布が今見えてる状態なんですね。だからここの見えてる布を半分ずつ、これで隠れなかったらもう一回刺して、何回か刺して埋めていっていい感じになるまでやります。出てきましたね、上に。っていうのをたくさんやるとちゃんと上に乗ってくれるので、これで調整してください。ちょっとめんどくさいんですけど、もう終わった刺繍糸をちょっと残り糸何かないかなって言って探してやってもらうとちゃんと出てきます。っていうちょっとした手間なんですけど、やるとやらないで全然仕上がりが違うので、ちょっとやってみるといいと思います。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。